はい、皆さんこんにちは。アロマンチャンネルの高弘です。いやー、もう九州はですね、今年はすごい量のね、花粉が飛散していて、毎日ね、鼻をムズムズさせながら過ごしております。はい、ということで、前回がですね、ウォークインクローゼットのあらかたな形作りをね、終わらせました。そして電気屋さんにコンセント、スイッチ、そして上の照明、すべてのね、配線も終わらせていただきました。我ながらなかなかいいウォークインクローゼットができるんじゃないかなと思い、これからの内装がね、ますます楽しみです。はい、ということで、今回なんですけど、考えただけでも憂鬱や。内装にかかる前に避けては通れない地獄の作業が一つ残ってるんですよ。それがですね、こちら。このね、針磨きです。はい。2階の寝室にはですね、このように室内に立派な梁が通っていると。ある種この梁がこの寝室の特徴といいますか、こう梁を見せる寝室みたいな感じで、ここの空間作りをやっていきたいと思ってるんですけど、梁を見せるからには、この梁、綺麗にピカピカに磨かなあかんのですよ。もう過去のトラウマの再来です。約3ヶ月かけた針磨き、地獄の作業を再びねしなきゃいけないんですけど、でも幸いなことにこの寝室はですね、上平天井を組むので、要は磨かなきゃいけない針っていうのは天井よりも下だけなんですよ。なので言うて数は知れてます。主にこの2本ですね。少ないって言っても結構あるか。そこらもやもんな。そこも嫌すぎる。もうこれは覚悟を決めてやるしかないです。でも数が数なんで、なんとしてもね今週中に仕上げてしまおうと思ってます。もう決して3ヶ月もかけたりはしないです。もう皆さんもね、もう見飽きた作業やと思うんで、ってことで気合入れて頑張っていこうか。やってこで。よいしょ。はい、またね、このヤッケ、防塵マスク、そしてゴーグル、この完全装備でね、挑みたいと思います。マジで苦しい。よし、やっていこう。まず、うわすげえな、この針の上のホコリ。やばー。よし、まず一旦ブロワーでこの針の上のねホコリ落とそうと思うんですけど、ブロワーすごいのがありまして、それがこちらなんですけど、これ以前ねコロちゃんにねいただいたブロワーなんですけど、これがね中華製なんですけど、なかなかの威力なんですよ。すごいこれバッテリーも 21V あるんでね、パワーは申し分ないんですよ。で色味もどこかね牧田さんに似てるっていう。よっしゃ。今回お世話になるのはこちらね、グラインダーちゃんで、ペーパーはねこの80番ぐらいのめちゃくちゃ粗いやつでね磨いていきます。磨くっていうよりかは表面1枚2枚削るっていうようなイメージですね。本当に集合体恐怖症を持ってる僕からするともう見るのがきついんですけど、近くで見るとこのようにですね、無数のキクイムシに食われた穴、こんなんがいっぱいあるんですよ。もうこの穴をね全部削って消していきたいと思います。穴のとこ削っていったらこんな感じでね、横にもこう広がってるわけですよ。これが結構横にまで長く続いてるんで、これを全部消そう思うたらねめちゃくちゃ時間かかるわけです。
うわうわやばすぎる。果てしないこれマジで。もうすでに床もえげつないことになっとんな。これ結構ペーパーも使いますね。うわこれだけの範囲磨くのに2時間かけてる。やばすぎて。放送シートの上あったかいやな。黒いからな。これやっぱりちょっと時間がかかりすぎるわ。これね、見てたら結構深いところまでキクイムシにやられてて、約ね1センチぐらい削ってようやくこういう綺麗な面が出てくるっていう感じなんですよ。1センチですよ。1センチ削るのにどんだけ時間がかかるか。ちょっとこれね、グラインダーでやってたらキリないなと思ったんで、一個ちょっと別の作戦試してみます。それがこちら、電動カンナ。もうここの刃をマックス出して、いっぺんにグワッサー削ったろうと思って。でもこの針の面がね、平らじゃないんで、うまくカンナ掛けできるかわからないんですけど、一回ちょっと試してみたいと思います。ほんまになんか策を講じないと、これはマジで終わらん。オッケーオッケー。これでグラインダーかけてみよう。いけ。いいね。よしよし、削れることは分かった。ほな、これで明日も引き続きやっていこうか。今日も引き続きやっていきますか。カンナ作戦がうまくいくことが分かったんで、今日も引き続きね、カンナで削っていくんですけど、ちょっとね、この木を使ったカンナが、多分これ古いからかな、ちょっとね、あまり調子が良くないんですよ。なので、思い切って新しいの買いました。こっちの方がちょっと軽いかも。昨日使ったやつより。軽いの助かる。もう非力の僕には、もう30分も使ってたらね、腕パンパンになってくるんですよ。これ、だいたいね、2センチぐらい削りましたね。2センチ削ってもまだこんな感じで穴開いてるもんな。相当深くやられてるわ、これ。幸いにもこの針はめちゃくちゃ太いんで、2センチぐらい削ったって何ら問題ないんですけど、ここまで食われてると思ってへんかったな。うわ、怖いわ。
はい、ちょっと今ここの針削ってて、なんかここは削ってても他とちょっとちゃう異質やぞと思ったんですね。ここらね、こういう深いね、穴があるんですけど、なんか中にこんな感じで幼虫的なのがいますね。卵みたいな。これはキクイムシじゃないよね。なんかこういうキクイムシの質とはちょっと違うんですよ、ここら。ここらはね、ちょっとね、こう粉っぽいんですよ。シロアリに食われた柱とか、こういう粉っぽくなるんですよ。なんかそんな感じがありますね。きなこみたいなんが出てきて。こいつはきなこ虫と命名しよう。きなこ虫。きなこ虫えぐいわ。でもなんかこう、きなこ虫のこの後は、僕別にそんな不快じゃないんですよ。こういうキクイムシの点々が僕は気持ち悪いんですよね。でもこういうのはなんかむしろこう流木感があって全然いいなって思うんで、これはこれ以上もう深く掘り込むんじゃなくて、あとはグラインダーで綺麗に鳴らそうと思います。多分削っていったらまだまだ深いとこまでやられてる気がするもん。ああ、こっち側にもきなこ虫や。うわ、すごい。めっちゃついてるやん、おがくず。ほんで、このマスク結構きつく締めてたんで、鼻ここめっちゃ赤くなってる。痛え。前ほどじゃないけど、やっぱり、歯磨きは大変や。ちょっと、スースー1週間で終わらんような気もしてきたな。ということでね、明日も引き続き頑張りたいと思います。ずーっと地味な絵面がね、続いてると思うんですけど、今週はね、これにお付き合いください。はい、すいません。ちょっと今めっちゃ荒れてます。今針磨きしてます。これ。とうとう。でも、そっちが磨いてないとこで、磨いたとこがこんなになるんで、だからここの差です。まだ途中なんですけど、そう。でね、エアコンがこの垂れ壁に、大きさ的には十分つけれると思うんですけど、つけて、で、ダクトをね、ここから、こう抜いて、ザーッと向こうの方まで這わして、趣味部屋の方の滑り出し窓のこっち手前ぐらいに白壁があるじゃないですか。そこら辺に室外機をって考えてるんですよ。正面間口になるから、あんまり室外機もそこには置きたくないなって、めっちゃ考えてたんですけど、でも、もうぐるーりね、北側とか西側とかいろいろ考えたけど、もうね、そこしかないんですよ。いやもう、ここは本来寝室作るような場所じゃないんで、そうやね。本来はね、そこに無理に寝室作ってるんで、こうなっちゃいますね。どっちにしろクロスとか貼った後ですもんね。エアコンの取り付けは。だから、もうここ完成したぐらい。まだ先になるんですけど。そう、でも今年の夏には間に合わしたいんですよ。やっぱり。そうよね。だから結構もう時間もカツカツです。頑張ります、いや、よー、ここまでやったよ。びっくりしたもん。多分もうこの面は全部大体一緒やろ。大体一緒です。これをつけないかんって思って早何年かね。これが終わったら、これつけないかんなーって思って。で、よし、なら終わったけん、ぼちぼち連絡してつけいこうかなと思ったら、くそ忙しくなるけど。なかなか予定が合わなかったですもんね。もう今お孫さんも生まれてね、可愛いでしょ。やばいよ。もうデレデレですか？デレデレなんちゅうもんじゃない。なんちゅうもんじゃない。もうひどいよ。じい、アンパンマン見たいね。よし。かげろくんと同い年よ。うちの息子。そう。そんなこと言われたら僕も危機感覚えますね。俺ね、それちょっと若干真剣に心配しとる。この人結婚大丈夫かいなって思って。たまにコメントでも言われます。そう、なんか言っとる人おったね。はい。やっぱね、みんなね、心配しとる。で、俺たち世代の人と、女の人が見よると、この子大丈夫かしらみたいな。絶対みんなそう思っとるけん。確かにね。うん。こんな感じよ。いい。めっちゃいいじゃないですか。おお。
綺麗です、ほんま。ありがとうございます。すげえ。まあだから多分次は2階のこの寝室のエアコン工事お願いすると思います。その後何年か後にはまたリビング。リビングをこれをちょっと猫ちゃんのあ、マジでパウチとかチュールとか、あとこのカリカリをありがとうございます。いやいや、こちらこそ本当ありがとうございますいえ、全然もうありがとうございます。じゃあね。ちょっと大声がえげつないことになってます。ちょっと一旦この辺でね、おがくずの掃除をしたいと思います。もうね、床がおがくずでふわふわ状態なんですよ。だからこう脚立を立ててもね、もうね、ぐらぐらして安定しなくなっちゃったんで、これはいかん。まあちょっととりあえず、あらかたのね、片付けだけしたいと思います。脚立を立てる場所の確保や。これ待って、置いといたらいい着火剤になるな。とりあえず一旦これでいいわ。よし、まあだいぶとね、カンナ掛けして、まあ木目綺麗なのがね、出てきました。で、次がですね、どうしてもカンナじゃ削れないところ。まあこういうね、針と針の接合部のここの際のところ、この横のこれが当たって削れないんですよ。で、こういうところはもう仕方ないです。グラインダーでやっていくしかないですね。ということで、これ際のところね、今からグラインダーで削っていきたいと思います。多分のみで削った方が早いですね。ほら。おお、いいね。こういう感じで。よし、それと、これはもう完全に僕のね、段取りミスなんですけど、まあこんな感じで、この2本の針ね、まあ磨いて、だいぶね、綺麗になったんですけど、この上の針の、この上の部分、ここに関して、もうすでに天井下地を組んでしまったので、カンナ掛けができないんですよね。上はもうギリ見えへんかなと思ってたんですけど、いざ天井下地できてみたらやっぱり見えると。まあこれは天井下地を組んでしまう前に僕がね、針作業を終わらしとくべきでした。これ本当に僕の段取りミス。ということなんで、まあこのね、大工さんに組んでいただいたこの天井下地を全部外すんじゃなくて、一部ちょっと切ったりして外したいと思います。まあ正直ね、もう針磨きが嫌すぎて、それからずっと逃げて後回しにしてきたみたいなとこもあるんですよ。で、その月が今になって帰ってきたって感じですね。まあしゃあないわ。ちょっと無駄手間ですけど、天井下地一部外したいと思います。
よし、これでね、障害物がなくなったんで、上磨いていけますね。よし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 。この大黒柱は苦手なあかんな。けど、これに関しては、持ち食い感もないから、サンダーだけで一度するわ。サンダーだけしてみます。はい、というような感じで、2階進出の針磨き。針磨きというか、針削りですね。が、終わりました。はい。で、皆さんもお気づきのように、ここの針と、ここの針、ね。この2本に関しては、ご覧のように磨いてないんですけど、特にこっちの針なんかは、元から結構細いんですよね。細いんやけども、近くで見たらめちゃくちゃ穴がいっぱいあるわけですよ。で、これを仮に、ここからさらにね、カンナで削ったら、それこそもっと細くなると。で、梁っていうのは一応ね、家の屋根だとか、躯体をね、支える構造的にも重要な材なので、やっぱりちょっとこれ以上細くするのは、構造上良くないなと思ったんで、もうこの2本に関しては、磨かないでおこうと思います。でも当然ね、この、ボロボロの状態で置いておくわけにはいかないので、なんか、縄か綱みたいなのを巻いて、対処しようかなと思ってます。縄巻いたらそれはそれで一つのデザインというか味になるんちゃうかなと思ってます。もうそうするしかないんですよ、ここに関しては。はい。というような感じで、でもいいね、大黒柱も綺麗になったし、梁全部綺麗になったわ。よっしゃ。はい、ということで今から再度ですね、ちょっと梁の上に積もったおがくずだとかホコリをブローバーで飛ばしてから、この上のね外した天井の下地っていうのを再度つけたいと思います。
よし。はい、ということで無事2週間にわたるね、針磨き、針削りがね、終わりました。まあでも以前の針磨きは3ヶ月かかったんで、それに比べたら2週間なんてね、大したことないっちゃ大したことないんですけど、いやこの針磨きはね、とにかく時間がかかる上に何しか同じ作業の繰り返しやから、動画的にもあんまり盛り上がらんし、見せ場ないし、本当にね、クリエイターとして頭を抱える作業なんですよ。でもこの寝室はね、こんな立派な針があるわけですから見せんわけにもいかんし、本当にやりたくねえやりたくねえって気持ちをね抱えながらなんとかやり遂げました。でもその苦労の末にですね、本当に美しい針に生まれ変わりましたね。で今床とんでもないことになってます。向こうにね回収したおがくずがもうすでに6袋っぽくなって、あれ以降またこんだけね大量のおがが出ましたね。これを動画外でねせっせ片付けたいと思います。であとコンセントにしろ上の照明にしろね、配線にもねホコリ結構ついたんで、それが火災の原因になると怖いから、ちゃんとね綺麗にホコリはね取り除いておこうと思います。これでこの家磨かなきゃいけない針すべて磨いたんで、今回でね正真正銘最後の針磨きでした。いやー本当にね一番泥臭い作業が終わりましたね。もう針磨き以上に泥臭い作業ないもん。はい、こんな感じでね今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。